こに持ってっちゃった。よしますよ。せーの。危ないですよ。危ないですよ。あともう今度色味ですよね。これがもうだいだい赤っぽいかだいだいやったら OK いう。よいしょ。竹うちわは真竹を使用します。こんな竹です。まずこの部分をこの作業は内身を取るいう作業です。内身を取るというのはこの厚さを3ミリ、2.7 から3ミリを目指してやって、ここまでやって、あとは脇木を使います。刃物に工夫はあるんですけれども、最後までこんな風に、ここまでしか切り込みを入れておりませんけれども、竹は繊維でできておりますから、繊維の前にもめ下ろしいう作業をすれば下まで降りてくれます。ここまでやったらこんな感じ。職人さんによって多少はばらつきがありますけど、だいたい3ミリで、この分が 0.5 ミリ、こんなふうにします。ここまでやってしまったら、今度は穴を開け、ここに穴を開けます。穴を開けた跡が今度はカンナをかけします。持ちやすいようにね。弓鎌という跡、これを打ち込みます。ここまでやった跡を今度は糸で編んでいきます。交互に編んでいきます。で、竹弓言うて字を書いてる通り、弓だから戻る力を、竹やから戻る力を利用して両側からこう交互に編んで糸を戻す力を入れたら、これが平たんになってくれます。寝てくれます。ここが 0.5 ミリ、この幅が3ミリを目指してこうやっております。これが丸亀の竹骨を作る基本になります。職人さんがここまでやるところと大まかに分けて、骨を作るところと針屋さん言うて針専門のところに下ろして、昔はそういう作業をしとったんやけど、最近はもう、プラスチックに押されて、そんな大量生産いうのはあんまり竹内ではやらなくなって、プラスチックに負けないように僕らはこういうことを手作業でやったやつを土佐和紙を貼ったり、少量生産ですからね、そういう方向でやっております。
うちわを作っている中田元志と言います。あまり特に芸術とかそういう意識はうちわに対してはなかったですね。ただ普通の人は60が来たら定年を迎えて、じゃあ好きなことをやろういう流れが特に日本ではあるんですけれども、それは別に30歳からそういうことをやってもいいし、40からでもいいと思って、自分の好きな次のことをやろうと思ったのが40歳の頃でしたね。だから特に芸術とか美術とかアートとかいう感覚はなかった。だからいろんなその道の人に会って話を聞いたり、きっかけは新聞に伝統工芸士さん、早川さんという女性の春作業の伝統工芸士さんを紹介していた記事があって、じゃあまずはこの人に会ってみよういうので家を訪ねたら、ゆっくりじっくり聞いてくださって、その時の組合の会長さんを紹介してくださったんです。でその時に講師として伝統工芸士さんで西本さんという骨師さんということになるんですけれども、西本さんの職場に入らせてもらって、で作り始めました。今みたいに職人が少なくなったら材料の竹を取るところから、うちわを作るデザインを考えるお客さんに売るところまで一人でやるんですけれども、全力投球だといううちわを作ってもなかなか売れないとか、うまくいくこともうまくいかないこともたくさんあるんですけど、そういう面での楽しさ辛さもあるし、クリエイトというか自己表現ですから、で単にボランティアで作ってよかったじゃなくて、いかにそれを買ってもらえるか、相手に評価してもらうかいう、そういう厳しいところをやっぱり取らねえかんから、そういう面で特にやりがいはあるかなと。問題になるのはやっぱりいい竹骨、いい針をしたとしても結局うちわが売れるかどうかはデザインなんですよね。なかなかうちわといっても中にある竹骨までは初めて買う人とか接する人はそこまで気が回らないから、例えば初めて人間に会った時にこの人の骨、中の骨はどうなってるんだいうことなんて考えないから、そういう現実とも向き合いながらも自分がいいと思った和紙を使うとか、この版画がいいな言ったらその版画を彫っている人に会いに行って無理をお願いしてやってもらうとかで、少しずつ売れるようになるし、買っていただくお客さんも少しずつ開拓して、なんとか今日までいうところですかね。だから僕は嫌になったらもう今日でもやめりゃいいので最初から始めたから、嫌ならやめたら、無理やり会社勤めやからもう嫌で給料もらうがために会社に行くいうのは、一応建前上最初にもうなし、そういうのはなしということで始めましたね。まず骨に糊をつけます。まずその前にこの下の糸と台にちょっとつけておきますね。骨はこの糸山から約1センチぐらい下ぐらいから端まで突き抜けるように縫います。7、8ミリ、1センチぐらいのところ、裏表、ちょっとこれ置いといて、紙に糊をつけます。だいたいここ約2センチずつぐらい下へ塗ります。でここの糸山とこことの間が7、8ミリぐらいになるように真ん中に来るように置きます。ここが7、8ミリですね。ちょうど下の紙に合うように置きます。ささらがけっていうんですけど、たわしで手前でこれを裏表、こっちもまず手前でこれで次
ここへ下からこういうふうに干します。ちょうどここの下の釜のところに合わせて、これはハマグリの形っていうんですけど、ちょうど上になるようにで、ここがちょうど合うようにしていただいて、まずしっかり持っていただいて、1、2、3ので、次今度こちら側を切ります。これはさっきのやつの溶いてないんです。さっき針のりはこれを薄くして、元のりはちょっと濃いめにしてっていう感じで溶いています。手でなかなかちぎれないしっかりした和紙です。こんな細くても手でなかなかちぎれないので、だいたいハサミを使ってのせたら、ちょうど真ん中に来るようにスーッとのせていきます。ちょっとなんかねじれて、体験の時の方は皆さんこれが大変だ言ってやっぱりさっきの叩きのやつが一番楽しいみたいです。やられる方はね。ちょうど下のとこのラインで半分になるようにつけます。僕正直言って伝統を守ろうとかいう気はほぼないんですよね。子供につかせたいとか。やっぱり伝統いうのは強烈な味付けの一つやし、最初言ったようにやっぱり自然の和紙を使うし、竹を使う。想像したもの、作りたいものを実際のその形あるものにするいう手応えというか、やりがいというか、そういうものはすごくはありますから。けど現実はそれで収入を得て生活できるかどうかが最終的な厳しいところはあるんですけれども、必ずそれは開拓していけばなんとかなるいうのはこの一応20年間で証明はできたと思うから、だから基本的にはクリエイトと自己表現ですかね。はい。香川県うちわ協同組合連合会の山田です。ここはうちわの港ミュージアム、丸亀のうちわの博物館、今はもうそのプラスチックの機械張りのうちわに大きく変わっておりますが、昔ながらの竹うちわの技術いうものもやはりこれからずっと継承していかなければならないという意味で、年1回そういう技術技法講座いうものを開催しております。11月から12月にかけて開催しております。もう今年で23回目ですから23年目になります。そうですね、研修の内容は、職人の方々というか先生方に基本的に1ヶ月ぐらいの期間で、丸亀うちわの制作工程を一通り学ぶっていうことをやらせていただいてます。来年からちょっと広告代理店に就職するので PR とか、広告とかイベントとかいろんなものやるので、それでもともと好きだった伝統工芸をちょっと実際手を動かしてやってみたいなと思って探して応募したっていう感じです。結構伝統工芸ってたくさんあると思うんですけど、なんかみんなが使えるものが良かったっていうのがまず一つあるのと、あともう一つはなんかその制作工程全体を見れるようなものがいいなと思っていて、例えばその漆塗りとかだとその木を作って
って下塗りしてみたいないろいろ分業されてるじゃないですか。でもそれを全体で見るのがいいなと思っていたのが2つ目と、あともう一つは単純にうちわが好きだったのでそれが一番大きいんですけど、はいっていう感じです。刃の扱いとかそんなに今自分は鉛筆を刀で削っていた世代ではないので、そこら辺が結構難しかったりしますね。でも全部難しいですけど、でも全部結構楽しくて、今までいろいろ自分が身につけていたものとは全く違うことを一日一日身につけられるので、やっぱりそういうのが好きなのですごい楽しいですね。すごい親切な方々で、すごく親身になって教えてくださいますし、実演もしてくださるときはすごい綺麗に皆さん作られますし、やっぱりすごいなと思って毎日、教えていただいてます。